19世紀半ばのイギリス、そこはビクトリア時代という厳格な道徳と強固な階級制度が全てを支配していた時代でした。女性たちは教育や職業の選択に激しい制約を受け、社会という大きな舞台で自分の声を上げることはほとんど許されない孤独な状況にありました。そんな閉塞感に満ちた時代に3人の姉妹がいました。シャーロット、エミリー、そしてアン・ブロンテ姉妹です。彼女たちは女性作家への偏見という高い壁を乗り越え、作品そのものが正当に評価される道を切り開くため、カレア、ベル、エリス、ベル、アクトン、ベルという男性の名を借りて密かに筆を取り始めました。彼女たちが育ったハワースパーソネージは外界から切り離された山岳地帯にひっそりと佇んでいました。そこには激しい風が吹きすさぶ荒野と深い霧に包まれた谷がどこまでも広がっています。この厳しくも美しい自然環境は姉妹たちの感性に深く刻み込まれ、創作の豊かな土壌となりました。ヨークシャー、ムーアの荒々しい岩場や草原は単なる物語の背景ではありません。それは登場人物たちの激しく揺れ動く内面を映し出す鏡だったのです。例えば嵐ヶ丘では荒れ狂う風がヒースクリフとキャサリン・アーンショーの燃え上がるような情熱と逃れられない破滅な運命を象徴しています。またワイルドフェル・ホールの住人では凍てつくような荒野が主人公ヘザー・グレンの深い孤独とそれでも生き抜こうとする強い闘争心を鮮やかに描き出しています。ここでそれぞれの作品が抱えるテーマとそこに込められた社会的意味を深く掘り下げてみましょう。シャーロット・ブロンテの代表作であるジェーン・エア。孤児として過酷な環境で育ち、教師として自立したジェーンは富裕な地主ロチェスターとの恋を通じて経済的自立と精神的平等を追い求めます。ロチェスターが抱える暗い過去や身体的欠損は当時の男性権威が実は脆いものであることを暗示していました。ジェーンが放った「私はあなたの等しい存在であり召使いではない」という宣言は女性の自己決定権と人格的平等を求める魂の叫びでした。この物語は当時の結婚制度が持っていた財産的依存構造への鋭い批判であり、同時に根深い階級差別への挑戦でもあったのです。一方、エミリー・ブロンテが描いた嵐ヶ丘はバイロニック、ヒーローの典型であるヒースクリフと情熱で反抗的なキャサリン・アーンショーの激しい関係を軸に展開します。ヒースクリフは復讐と欲望に突き動かされ、社会的規範から完全に逸脱した存在として描かれます。対するキャサリンは自由奔放な感情と社会から期待される役割の間で激しく揺れ動き、最終的に安定を選んでエドガー・リントンと結婚します。この悲劇的選択は女性が良き妻として振る舞うことを求められた時代の圧力と内なる欲望との激しい葛藤を浮き彫りにし、ジェンダーという固定観念に対する鋭い批評となっていました。そしてアン・ブロンテのワイルドフェル・ホールの住人はアルコール依存症に苦しむ夫アルフレッド・ハンティングドンから逃れ、息子と共に独立した生活を選んだヘザー・グレンの物語です。当時の法律では結婚した女性に財産権も法的保護もなく、離婚は事実上不可能な絶望な状況でした。しかしヘザーは夫の暴力と浪費から脱却し、母親としての責任と自分自身の人生を同時に追求しました。この作品は結婚制度が女性を抑圧する構造を赤裸々に告発し、女性の経済的・精神的自立を強く主張した先駆的な物語でした。これら3つの作品はゴシック小説という形式を借りて、単なる超自然的恐怖だけではなく、人間の心に潜む暗黒やドロドロとした欲望を鮮明に描き出しました。朽ち果てた屋敷、陰鬱な天候、どこからか聞こえてくるかすかな音楽、こうしたゴシック的要素が登場人物たちの心理的苦悩と密接に結びついています。同時に彼女たちはバイロニック、ヒーローという像を再構築し、
それまでの男性中心的英雄像を女性の視点から批判的に再評価したのです。しかし、作品が世に出た当初、世の中の反応は冷ややかなものでした。批評家たちは不道徳だとか、女性らしくないといったレッテルを貼り、特に嵐が丘は野蛮で理解不能であると激しく非難されました。それでも、時が経つにつれてこれらの作品の真の文学価値が見出され、今では世界的古典として愛されています。この評価の変遷こそが、文学には社会タブーを打ち破り、文化的価値観を書き換える力があることを証明しています。ここで、ヨークシャー、ムーアが象徴する自然と人間の関係について思いを馳せてみましょう。アラノは、自由と危険、希望と絶望が交錯する場所として描かれ、登場人物の感情の起伏と鏡のように重なり合います。ヘザー、グレンがアラノを歩く場面では、風が彼女の心の叫びを運び、雨が過去の傷跡を洗い流していく様子が描かれます。自然は単なる背景ではなく、精神状態を具現化する重要な装置だったのです。現代において環境問題や自然回復への関心が高まる中、ブロンテ姉妹が示した自然との共生という視点は、今なお新鮮な気づきを与えてくれます。さらに、作品の中での女性像の変容は、19世紀のジェンダー政治と深く結びついていました。シャーロットは教育者としての実体験を、ジェーン・エアに投影し、女性が地に自立する道を提示しました。エミリーは激しい感情や破壊的衝動を通じて、女性が抑圧された欲望を持つことの正当性を暗示しました。そしてアンは、母性と自己決定権を結びつけることで、従来の善良な母親という型を打ち破りました。これらの描写は、後にバージニア・ウルフが称賛した女性の独立と創造的自己表現の先駆けであったと言えるでしょう。出版後、姉妹たちは徐々に本名での公表を許され、女性作家としての正当性が認められるようになりました。これは、偽名から本名への象徴的突破口であり、文学界に根付いていた性別の壁を崩す重要な出来事でした。また、彼女たちが繰り返し描いた、教育や職業を通じた経済的自立というテーマは、現代の女性起業家やキャリアを築く人々にとってのロールモデルとして機能し続けています。ここまでの物語を踏まえ、ブロンテ姉妹が残した普遍的な価値を整理してみましょう。第一に、自己決定と主体性です。外部からの抑圧にこめせず、自らの価値観で選択を行う姿は、自分の人生を切り開く勇気を私たちに与えてくれます。第二に、自然と人間の相互関係です。アラノという環境は、自然と共に生きる姿勢を教えてくれます。第三に、社会枠組みへの批判的視座です。階級や性別の不平等を露呈させ、構造的な不正義に問いを投げかけました。第4に、女性の創造可能性と経済的自立です。自立した女性像は、現代のジェンダー平等運動とも深く共鳴しています。そして第5に、文学の持つ変革力です。批判を乗り越えて古典となった過程は、文学が価値観を再構築できる実例となりました。このように、ブロンテ姉妹は、荒涼としたヨークシャー、ムーアという厳しい自然と、ビクトリア時代の厳格なジェンダー政治という2つの圧倒的な壁に立ち向かいました。女性としての創作活動への抑圧という葛藤を抱えながらも、偽名から本名への転換、自律的な女性主人公の創造、そしてゴシックと現実主義の融合という突破口を開いたのです。その結果、自己決定、自然との共生、社会構造への批判、経済的自立、そして文学の変革力という普遍的価値を現代に届けてくれました。さて、あなた自身の日常の中で、自らの声をどのように表現していますか？ブロンテ姉妹が荒野の風に抗いながら綴った言葉は、時を超えて今も私たちの胸に響いています。その声に耳を傾け、あなた自身の物語を紡ぐ勇気を持ち続けてください。ここからは、彼女たちの遺産が現代に与えた影響を、文学史と社会学という2つの視点からさらに深く掘り下げていきましょう。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、
ブロンテ作品はイギリスやアメリカだけでなく、フランス、ドイツ、ロシアといったヨーロッパ全土に翻訳され、多くの作家たちに新たな指針を与えました。特にフランスの象徴主義詩人たちは、嵐ヶ丘に見られる自然と感情の同一化を称賛し、自己崩壊的美学の源泉として取り入れました。またロシアのリアリズム作家たちは、J.N. エアに描かれた階級闘争と職業自立を社会主義的理想と結びつけて再解釈し、舞台や映画の題材として活用しました。また、姉妹たちが残した手紙や日記には、当時の教育制度や労働環境に対する鋭い観察が記されています。シャーロットが教師として勤めた教室は、窓が小さく光が乏しい場所でした。彼女は、暗闇の中で知識の火を灯すことは、まるで荒野の夜に星を探すようだと綴っています。この比喩は、後のフェミニスト批評家が、地の光は抑圧された身体の内部に潜むという概念を形作る際の重要なヒントとなりました。さらに、アンが書いた、ワイルドフェル、ホールの住人の草稿には、医療制度の不備やアルコール依存症への社会偏見が具体に描かれており、当時の公衆衛生改革運動にも影響を与えたと考えられています。さらに、彼女たちが使ったカッラー、エリス、アクトン、ベルという偽名は、単に正体を隠すためだけのものではありませんでした。それは男性支配の出版市場に対抗するための戦略的装置であり、同時に性別の仮面をかぶることで読者が持つ性別への先入観を揺さぶる実験でもありました。この試みは、20世紀のポスト構造主義批評における作者の視やテクストの多元性といった概念と呼応し、文学理論の大きな転換点となりました。映像化の歴史についても触れておきましょう。1920年代のサイレント映画では、J.N. エアが舞台化され、主人公の内面の葛藤が俳優の表情と強い陰影の照明で表現されました。その後のトーキー映画時代になると、ハリウッドが嵐ヶ丘をロマンティックなドラマとして再構築し、ヒースクリフを魅惑的な反逆者として書き直しました。そして21世紀には、英国放送協会のミニシリーズが、原作のゴシックな雰囲気と現代フェミニズムの視点を融合させ、新たな解釈を提示しています。これらの映像作品は、原作の多層なテーマを異なるメディアで再現することで、世代を超えた共鳴を呼び起こし続けています。ブロンテ姉妹の影響は、文学の枠を超えて心理学の領域にまで波及しました。ジークムント、フロイトが無意識の欲望と抑圧の構造を分析する際、嵐ヶ丘の登場人物たちが抱く激しい情熱を参考にしました。精神的衝動というものについて、ある事例を挙げて考えてみましょう。フロイトは、ヒースクリフとキャサリンの間に流れる激しい関係を、エディプス的葛藤の象徴であると位置づけました。そこには、無意識の底に眠る強烈な力が、社会的規範という壁とどのように衝突し、火花を散らすのかという人間心理の深淵が描き出されています。一方で、カール・ユングは、ブロンテ作品に繰り返し登場する荒野や闇というイメージに注目しました。彼はこれらを集合的無意識の象徴として捉え、人が成長していく過程で、自分の中にある影をどのように統合していくかが重要であると説いたのです。こうした精神分析的アプローチは、その後の文学批評において、テキストと読者がどのように相互に作用し合うかを重視する新しい方法論を生み出す豊かな土壌となりました。また、ブロンテ姉妹が残した物語は、女性の身体や性主体性をめぐる議論の出発点にもなっています。エミリーが描き出したキャサリンとヒースクリフの激烈すぎるほどの愛は、身体的欲求が社会的制約に真っ向から挑む姿であり、フェミニスト批評家のジュディス・バトラーが言及した身体の政治という概念の具体的例として、今でも頻繁に取り上げられています。バトラーは、ブロンテのテキストが性別のパフォーマンスを露骨に示すことで、性別が本質に決まっているのではなく、社会に構築されたものであることを指摘しました。さらに、近年のクイア理論の研究者たちは、登場人物たちが示す二項対立の曖昧さを分析し、
ヘテロノーマティブという枠組みを超える可能性を模索しています。例えば、ヘザー・グレンが夫という束縛から脱却していく過程は、単なる伝統的結婚制度への抵抗ではなく、自分自身の性の自己決定権を獲得するという切実な側面からも読み解くことができるのです。ブロンテ姉妹が幼少期を過ごしたハワーズ・パーソネージは、現在では世界遺産に登録され、世界中から多くの研究者や観光客が訪れる聖地となっています。建物の中にある壁紙や使い込まれた家具、そして書斎に残されたかすかなインクの痕跡、それらは当時の質素な生活様式やどのような環境で物語が紡がれたのかを今に伝える貴重な証言者です。特にエミリーが執筆した嵐が丘の最初の草稿には、ページの端に書き込まれた激しい修正線や何度も消しゴムで消した跡が数多く見られます。そこからは彼女が何度も自らの感情と深く向き合い、苦しみながら物語を練り直した執念が伝わってきます。このような一次資料は、完成されたテキストの背後にある創作プロセスを可視化し、文学研究における作者の意図へのアプローチを根本から刷新しました。ブロンテ姉妹の作品が持つ教育的価値についても触れておく必要があります。イギリスの女子校では、必修の読書として、ジェーン・エアやワイルドフェル・ホールの10人が採用されています。生徒たちは物語を通じて、登場人物が直面する倫理的選択や社会的制約に対する批判的思考を養っています。日本においても、大学の比較文学講座などで、ブロンテ作品は西洋近代小説の大きな転換点として位置づけられています。学生たちはテキストを読み解きながら、ビクトリア朝時代の厳しい階級構造やジェンダー感について比較検討を行います。こうした教育的活用は、ブロンテの思想が時代や国境という壁を越えて、普遍的な学びの資源となっている証拠と言えるでしょう。現代のデジタル時代において、彼女たちの作品は電子書籍やオンライン、アーカイブという形で、さらに広く利用されるようになりました。プロジェクトグーテンベルクや各大学のデジタル図書館では、原版のスキャン画像と詳細な注釈付きテキストが公開されています。これにより、研究者はテキストがどのように変遷したのか、版によってどのような差異があるのかを緻密に比較できる環境を手に入れました。また、ソーシャルメディア上では、ハッシュタグ、ブロンテを中心に、読者が自分の読書体験や感想をリアルタイムで共有し合う国際的なファンコミュニティが形成されています。こうしたデジタルエコシステムは、古典文学が現代の情報社会にどのように適応し続けるかという仕組みを示しており、ブロンテ作品が生きたテキストとして機能し続ける大きな要因となっています。最後に、ブロンテ姉妹が抱いていた書くことへの凄まじい執念について考えてみましょう。これは、今日のクリエイティブエコノミーにおけるコンテンツ創造の精神と深く共鳴するものです。限られた資金と時間という厳しい制約の中で執筆し、自らの力で出版までの険しい道を切り開いた彼女たちの姿勢は、現代のインディペンデントクリエイターがクラウドファンディングやセルフパブリッシングを通じて作品を世に送り出す際のロールモデルとなっています。特に女性起業家が自らのブランドやストーリーを語る際に、ブロンテ姉妹の自己表現における勇敢さと社会制約への挑戦を引用するケースは少なくありません。総括すると、ブロンテ姉妹の文学は、単なるビクトリア朝のゴシック小説という枠に止まるものではありません。それは心理学、フェミニズム、環境倫理、デジタル文化、そして企業精神に至るまで、多様な領域にまたがる学際的資源なのです。その多層な価値は、これからも新たな研究テーマや創作のインスピレーションの源泉として、次世代へと受け継がれていくことでしょう。私たちが彼女たちのテキストを開くたびに、目の前には荒涼としたムーアの風景が広がり、同時に私たちの内面に潜む無限の可能性を再発見することになるのです。その余韻を胸に、ブロンテ姉妹の遺産がさらに広がる領域について、さらに考察を深めていきましょう。まず、
環境倫理とエコ批評の観点から見た新たな解釈についてです。ヨークシャー、ムーアの荒涼とした風景は、単なるロマンチックな舞台装置ではありません。それは、人間と自然の相互関係を問い直す重要な場として再評価されています。特に、嵐が丘に描かれる荒野は、自然のたけだけしい力が人間の情熱や欲望と激しく交錯する象徴的空間であり、現代の気候変動に関する議論に照らし合わせて読み直されています。近年の日本の大学では、エコ批評の講義で、嵐が丘を教材とし、ムーアの土壌侵食や植生喪失といった現実の環境問題とテキストの比喩構造を比較検討する試みが行われています。このような学際的アプローチは、ブロンテ作品が19世紀の産業改善の自然観を超えて、持続可能性への哲学的示唆を与えてくれることを示しています。次に、翻訳の歴史と国際的需要の流れについてです。ブロンテ姉妹の英語原点は、明治以降の日本において何度も翻訳が試みられてきました。最初期の翻訳者は欧米文学の紹介に情熱を注いだ教育者層であり、原文のゴシックな色彩を大切にしながら日本語独自の美意識を巧みに織り交ぜました。その後、大正時代の女性作家たちは翻訳を通じて自らの創作にブロンテ的要素を取り入れました。特に、J.N. エアが示す自己決定の精神は、当時の女性解放運動と強く結びつきました。戦後の昭和期になると、社会主義的視点から階級闘争を読み解く試みが盛んになり、ヒースクリフの労働者としての背景が新たな政治的象徴として再解釈されました。そして21世紀に入り、テキストがデジタル化されオンラインで自由に閲覧できるようになると、若い世代がスマートフォンやタブレット端末で手軽にブロンテ作品に触れられる環境が整いました。この技術的進展は、従来の紙媒体中心の読書体験を大きく拡張し、インタラクティブな注釈や音声ガイドを付加したマルチメディア版の出版へとつながっています。さらに、映像化と舞台化の潮流についても触れておきましょう。ブロンテ作品は映画やテレビドラマだけでなく、演劇の舞台でも繰り返し再現されてきました。特に日本の劇団が手がけた、ワイルドフェル、ホールの住人の舞台は、伝統的な能楽や歌舞伎の演出手法と融合させ、登場人物の複雑な内面心理を仮面と光と影で表現するという挑戦をしました。この実験的演出は、観客にテキストの多層的意味を身体的感覚として体験させることに成功し、国内外の演劇祭で高い評価を得ました。また近年のテレビドラマでは、設定を現代に置き換えたリメイクが制作され、主人公を IT 企業の女性起業家として描くことで、かつてのビクトリア朝の制約と現代のジェンダー課題を対比させる斬新な試みが見られます。こうした映像や舞台による再構築は、原作の時代背景を超えて普遍的テーマを新しい文脈で提示し、異なる世代の共感を呼び起こす重要な架け橋となっています。ブロンテ姉妹の作品が持つ言語学的側面も見逃せません。テキストに散りばめられた方言や古語は、歴史的言語変遷を研究する上で極めて高い価値を持っています。例えばヨークシャー地方特有の語彙や発音記号は、地域言語学者が19世紀の口語表現を復元しようとする際の貴重な資料となります。日本の言語学部でも、ブロンテ作品の原文を大訳しながら英語の語形変化と日本語訳の対応関係を分析する授業が開講され、学生は2つの言語間で文化がどのように転写されるかを実践的に学んでいます。また、人工知能を活用したテキスト解析の分野でも、ブロンテ作品は頻繁に研究対象となっています。自然言語処理技術を用いて登場人物の感情曲線や語彙の頻度を可視化する研究が進められ、ヒースクリフの激しい感情の起伏やヘザー、グレンの独特な語り口調が数値化され、従来の文芸批評では見落とされがちだった微細なパターンが浮き彫りになりました。これにより、感情分析と物語構造の関係性を新たな学術的枠組みで捉えることが可能となり、ブロンテ研究の方法論に革新がもたらされました。ブロンテ姉妹の影響は、現代日本のポップカルチャーにまで及んでいます。
漫画家やライトノベル作家はブロンテ的暗黒ロマンティシズムを取り入れた作品を多数発表しています。特に荒野と孤独をテーマにしたビジュアルノベルでは、プレイヤーが選択肢によってキャラクターの運命を左右する形式を採用し、ブロンテが描いた運命と自由意志の葛藤をインタラクティブに体験させています。また音楽シーンでも、ブロンテ作品にインスパイアされた楽曲がバンドやシンガーソングライターによって制作され、歌詞に登場人物の名前や象徴的フレーズが引用されることで、聴衆に深い文学的情緒を喚起しています。こうしたクロスメディア的展開は、ブロンテのテキストが時間やジャンルを超えて絶えず再創造され続けている様子を物語っています。教育現場に視点を戻すと、ブロンテ作品は倫理教育の素材としても活用されています。高校の道徳の授業では、ヒースクリフとキャサリンの関係を通じて復讐と許しという重いテーマを議論し、生徒は自分と他者の感情を認識するプロセスを学びます。一方、大学の法学部では、ワイルドフェル、ホールの住人に描かれる夫婦間の財産問題や離婚の法的側面をケーススタディとして取り上げ、19世紀の英国法と現代の法制度を比較検討しています。このように文学作品が具体的な社会制度や法概念を理解する教材として機能していることは、ブロンテのテキストが持つ多面的価値を裏付けています。最後に、ブロンテ姉妹の遺産を未来へと継承するための具体的施策を提案します。第一に、地方自治体と連携したブロンテ、トレイルの整備です。ハワーズパーソネージからヨークシャー、ムーアに至る歩行路に原稿展示板や音声ガイドを設置し、訪問者が執筆環境と自然風景を同時に体感できるようにします。第2に、学校教育における創作ワークショップの導入です。学生がブロンテ作品の一節をもとに短編小説や詩を書き、互いにレビューし合うことで、創作過程と批評的思考を同時に養います。第3に、国際的学術ネットワークの構築です。日本、イギリス、フランス、アメリカの研究機関が共同でデータベースを共有し、未公開の思考や書簡のデジタル化を推進すれば、全世界の研究者が同時に資料にアクセスでき、比較研究はさらに進化するでしょう。これらの施策により、彼女たちの精神は永遠に生き続けるはずです。ブロンテ姉妹が抱いた書くことへの凄まじい執念は、単なる過去の記録ではなく、次世代の創造的実践への橋渡しとなる力強い指針です。振り返ってみれば、彼女たちの作品は文学という小さな枠組みを塔に飛び越え、環境倫理や言語学、人工知能、教育、地域振興、そしてポップカルチャーといった驚くほど多様な領域へと波及しています。その無限の可能性は、私たちが新しい視点や技術を導入するたびに、まるで初めて出会ったかのように再発見されます。常に新鮮な学術的挑戦と創作への刺激を与え続けてくれるのです。だからこそ、ブロンテ姉妹の遺産を多角に探求し、豊かな知的財産として次の世代へ受け継ぐことが、今の私たちに課せられた使命であると言えるでしょう。そんな中、21世紀に入ってから顕在化した新しい研究の流れがあります。それはブロンテ作品を環境文学として再評価しようという試みです。国内外で活発に行われているこの研究では、ヨークシャー、ムーアの荒涼とした風景を単なるロマンティックな舞台装置と捉えず、自然と人間が相互に作用し合う原初的エコロジーのテキストとして読み解こうとしています。例えば東京大学文学部の山本直子教授は、2022年に開催されたシンポジウムでブロンテとエコ批評というテーマで講演し、ヒースクリフが山岳地帯に解き放つ破壊的エネルギーと同時に潜む再生の可能性に注目し、現代の気候変動への警鐘として提示しました。この視点は、近年の日本の小学校の社会科教材にも取り入れられ、児童が自然災害と人間の責任について議論する際に、嵐が丘の一節が事例として引用されています。またデジタル人文学の最先端領域でも新展開が見られます。ブロンテ姉妹の思考や書簡が高精細にスキャンされ、誰もがアクセスできるインタラクティブ注釈プラットフォームが構築されました。
京都大学情報学研究科が主導するブロンテデジタルアーカイブでは、手書き文字の筆跡解析アルゴリズムを導入し、未出版草稿に潜む文体的特徴を自動抽出、従来の文献学的手法と比較検証する実験が進められています。特にエミリー・ブロンテが嵐ヶ丘最終章を書き換えた痕跡を示す微細な語彙変更が機械学習モデルにより統計的優位性をもって確認され、作者の創作過程に新たな光が当てられました。さらに女性学的観点からの再解釈も進化しています。大阪女子大学の鈴木恵子准教授は、ブロンテ姉妹が描いた女性主体の自己実現というテーマをビクトリア朝の法制度と照らし合わせ、当時の婚姻法が女性の経済的自立をいかに残酷に阻害していたかを具体的に示しました。この研究成果は2023年度の全国女性史学会で特別講演として採択され、参加者はブロンテが単なる文学者ではなく、ジェンダー政策への批判的知識人であったという新たな評価を共有しました。こうした学術的波及にとどまらず、地域振興策として文化遺産を活用する動きも出ています。ヘザー・グレンが暮らしたとされるホーソーンハウス周辺では、自治体と協力して毎年秋にブロンテ・ナイト・マーケットが開催され、作品をモチーフにした手作り工芸品や伝統料理が並びます。特に古来の保存食であるほうじ茶餅にヒースクリフの名言を漢字混じりの和風フォントで刻んだ限定商品は観光客の間で話題となり、地域経済への直接的貢献として数値化された成果を上げました。音楽の世界でもブロンテの影響は大きく広がっています。東京のインディーズシーンでは、ブロンテの登場人物を擬人化したコンセプトバンドが結成され、ライブでは暗闇に浮かび上がる幻想的プロジェクションとともにヒースクリフの激しい内面葛藤がエレクトロニック、ビートで表現されました。このバンドは2024年に開催された国際音楽フェスティバルで最優秀学祭パフォーマンス賞を受賞し、文学と音楽の融合が新たな芸術形態として認められました。教育現場では、ブロンテ作品を用いた批判的読解プログラムが全国の中高等学校で標準化されつつあります。文部科学省は2025年度から、文学と社会課題統合学習指導要領の一部としてブロンテのテキストを通じた倫理ジレンマ分析を必修科目に組み込み、ワイルドフェル、ホールの住人の家族内暴力や財産管理問題を現代の防止法や男女共同参画の観点からディベート形式で検討するカリキュラムを導入しました。これにより学生の実践的法リテラシー育成に寄与しています。そして最後に、国際的文化交流の場としてブロンテ姉妹の作品をテーマにしたブロンテサミットが2026年に横浜で開催予定です。英文学研究者や翻訳家、映画監督、ゲームクリエイターなど多様な専門家が一堂に会し、作品の多媒体展開や翻訳戦略、未来の人工知能生成物語への応用について熱い議論が交わされます。特に日本語訳の最新動向として、若手翻訳家が提案するリズム翻訳という手法が注目され、原文の方言感覚を大切にしながら現代日本語のリズムに合わせたこの手法は国際翻訳界からも高い関心を集めています。このように、ブロンテ姉妹の遺産は文学という枠をはるかに超えて、環境学、デジタル技術、ジェンダー研究、地域経済、音楽芸術、教育政策、そして国際文化交流という多層な領域で交差しています。これらの取り組みは、過去のテキストが持つ普遍的価値を現代の課題解決に生かす実践的モデルと言えます。これからも新たな学問領域や創造的活動との相乗効果を生み出し続けることで、ブロンテの精神は永続的に息吹を続けるでしょう。